不動産屋さんの怪談です。このお話は今から数十年前に福岡市でショップの店長をしていた女性から伺った体験談です。仮に林さんとしておきますが、林さんは当時28歳で福岡市の若者の人気エリアにあるブランド物のユーズドセレクトショップの店長を任されていました。そのお店はブランド品の中古品の中でコンディションが良いものや限定品のようにプレミアがついたバッグや小物、洋服などを扱っていました。店舗は2店あり、スタッフは6、7人いたそうです。林さんがいた店舗は場所はすごく良かったのですが、とても狭く8畳ぐらいの広さで、彼女を入れて常に2人で切り盛りしていたそうです。お店のレイアウトですが、入り口入って両脇に棚があり、下の段は洋服のハンガーがぎっしりかかっていました。真ん中にはテーブルが設置されていて、バッグその他の小物の商品が飾られていました。そして一番奥の壁にレジ台があり、林店長ともう一人のスタッフは大抵レジで入り口の通りを見渡しながら仕事をしていたそうです。さて、店長の林さんと組んでいるスタッフは自称とても霊感があるという若い女の子でした。仮にあやさんとしておきますが、そのあやさんは話していると急に「店長、今外見ないで。通りの車の中から霊がこっちを見ています。死んだ人です」とか5階にトイレがあったのですが、そのトイレで誰もいないのに扉を叩かれましたとか毎日のように何かしら報告してきたそうです。林さんもあやさんの言うことは半信半疑で、適当と言ったら語弊がありますが、ほどほどに聞いていました。さて、そんなある雨の日でした。その日はあやさんは非番で、お店には店長の林さんだけだったそうです。平日の雨ですからお客さんも来ないし暇だったので、奥のレジ台の前で雑誌を読んでいました。林さんは台の上に雑誌を開いて下を向く感じで読んでいたそうです。すると突然、お店の中からカチャカチャカチャという音が聞こえてきました。それは誰かがハンガーにかかっている服を触っている音でした。林さんは誰もお店に入ってきてないはずと思うと同時に、お店の空気が変わっているのを感じました。照明がなんとなく暗くなったように感じ、何か良くない雰囲気が漂い始めたのです。林さんは前を見ないようにしてずっと下を向いていました。そしてよく音のする方に耳を傾けると、やはり誰かがカチャカチャとハンガーを触り続けていました。林さんはそっと視界の端に入るその洋服がかかっている棚を見たそうです。するとハンガーの服の下に靴を履いていない白いソックスの足だけが見えました。でもその足は膝から上がありませんでした。明らかに生きている人の足ではなかったそうです。林さんに戦慄が走り、これはまずいと思いました。どうしていいかわからない林さんはとにかく気づかないふりをしていたそうです。するとそのソックス足の得体の知れないものが、今度はレジ台の横のフィッティングルームのカーテンをジャッジャッと開けたり閉めたりし始めました。その時林さんはすごく怖かったのですが、それが自分の気を引こうとしているように感じたのです。このままここで気づかぬふりをしていたら、もっと恐ろしいことに遭遇するのではないかと感じ、林さんは何とかお店から逃げ出さなくてはと思いました。そして意を決して素早くお店から走って飛び出したそうです。少し離れたところで振り返ると、いつもと変わらないお店の外観でした。さて、外に出たは良いですが、お店を無人のまま放っておくことができず、いずれ戻らなくてはなりません。周りを見ると、外はいつもの賑やかな通りで、今あったことが嘘のように感じました。そこで林さんは10分ぐらい外で待って、
恐る恐るお店の中に入ったそうです。するとさっきまでの不穏な空気はなく、あの何者かの気配も全くなくなっていました。この体験から林さんはあのスタッフのあやさんのいろんな話もまんざら彼女の気のせいではないと思うようになりました。こんな怖い体験をしても林さんは忙しく仕事を続けていたそうです。それからしばらくしてからです。お店は朝の11時に開店だったのですが、林さんはその前に用事があり、その日はかなり早くお店に出勤しなくてはなりませんでした。そして用事を済ますと開店までにまだ優に2時間もありました。そこで早起きでまだ眠かったので、林さんはスタッフのあやさんが来るまでフィッティングルームの中で仮眠を取ることにしたそうです。日頃の睡眠不足もあり、林さんは目をつぶるとすぐ眠ってしまいました。すると林さんはおかしな夢を見たそうです。夢の中に白髪の老婆が現れたのです。その老婆はものすごい形相で、鍵を返せ、鍵を返せと林さんに要求してきたのです。林さんは意味がさっぱりわからず、その怒りに満ちた老婆があまりに恐ろしく目が覚めてしまいました。覚めてからもしばらく心臓がドキドキするほどのリアルな夢だったので、その日林さんはずっと鍵を返せという意味が気になっていました。それはここから出ていけという意味にも取れたからです。でもその後特段何事もなかったので、やっぱりただの夢かと林さんは一生に付したそうです。ところがそれから間もなくです。その日は複数のスタッフと早朝にお店の大掃除をしていたそうです。お店には大きな姿鏡が壁に立てかけてあるそうで、林さんはその鏡の周辺を掃除していました。その鏡は縦 1.8 メーター、横1メーターもある重さが70から80キロぐらいのずっしりとした大型のものでした。とても動かすのは無理でしたので、そのままの状態で周りだけ掃除していたそうです。すると林さんがちょうど鏡に触れずに周りだけ腰をかがめて掃除機をかけている時でした。突然外のショーウィンドウを拭いていたスタッフが「キャー店長!」とすごい悲鳴を上げたそうです。林さんがハッとして顔を上げると、その大きな鏡が林さんめがけて倒れてきたのです。バーンというすごい衝撃音とともに、林さんは一瞬にして鏡の下敷きになってしまいました。慌ててスタッフらが駆けつけ、鏡を起こして林さんを助け出したそうです。ところが不思議にも林さんはほとんど無傷だったのです。幸運にも難を逃れましたが、林さんはその時、このお店に良くないものがついているのではと思いました。その得体の知れないものがこのお店自体をよく思っていないようで、店長の自分に災いが起きるようにしたのかと怖くなりました。でも鏡が倒れた瞬間、林さんには実はとても不思議なことが起きていたのです。鏡の倒れる衝撃は凄まじいものでしたが、林さんと鏡の間に羽毛布団のような何かとても柔らかいふわっとしたものがあるのを感じたそうです。その何かが車のエアバッグのようにクッションになり、林さんの体を守っていたのです。何かの力が働いて助かったので、林さんはご先祖の霊がきっと自分をその不吉な何かから守ってくれたのかもしれないと思ったそうです。そして結局林さんはしばらくしてお店を辞めたのですが、林さんが辞めてすぐ閉店になったということでした。今もその場所はあるそうで、何かしらのお店が入っていると思いますが、お店の入れ替わりも激しいそうです。そしてやはりという感じで、お店の裏側では少し前に殺人事件があり、大きいニュースにもなりました。
このエリアは戦時中にたくさんの人が戦火に焼かれた悲惨な歴史があり、そういった無念が残る曰く付きの場所でもあるということでした。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録といいねボタンをお願いします。